今日はもちポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、もちポテトを作りたいと思います。このもちポテトなんですが、食感がすごくもちっとしたポテトで、さらにですね、中にチーズを入れて仕上げていきたいと思います。揚げる時もですね、揚げずに揚げ焼きしていくので、少量の油で手軽に作ることができます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにもちポテトの材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、片栗粉、牛乳、鶏ガラスープの素、有塩バター、とろけるチーズ、そして揚げ焼きするときにサラダ油を使っていきます。まずですね、じゃがいもに関しましては、こちらはお好みの品種を使ってください。重さはですね、今2つで約 300g になります。こちらは目安にしてみてください。そして味付けなんですが、今回は鶏ガラスープの素を使って味付けしていきます。そこに少しね、バターを加えていただくとコクが出て美味しい仕上がりになります。そして今回中にチーズを入れるんですが、とろけるスライスチーズを使っていきます。こちらのチーズに関しましては、ピザ用のとろけるチーズを使っていただいても OK です。それでは続いてソースの材料をご紹介します。今回はもちポテトにぴったりなハニーケチャップソースレシピをご紹介していきます。材料はこちらです。ケチャップ、蜂蜜、お醤油、おろしにんにく、おろし生姜、オリーブオイル、こちらの6つの材料で作っていきます。こちらはね、全部もう混ぜるだけなのですごく簡単に作ることができます。ぜひ合わせて作ってみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきたいと思います。まずはじめにソースから作っていきます。器にケチャップ、そして蜂蜜、あとはお醤油、そしておろしにんにくと、あとはおろし生姜、そしてオリーブオイルを加えます。これで一度よく混ぜましょう。はい、OK です。そしたらですね、一度ラップをして電子レンジで加熱していきます。ケチャップは加熱していただくと旨味とコクがアップするので、一度こちらのソースを加熱していきます。電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、1分加熱しました。やけどしないようにラップを外してください。そしてよく混ぜます。これでハニーケチャップソースの完成です。こちらはこのまま粗熱を取っておいてください。それでは続いてもちポテトを作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮を剥いてください。そして芽がある場合は芽も取り除きましょう。はい、 OK です。それではですね、もう一つも同じように皮を剥いて、そして芽を取り除いていきます。はい、このように皮を剥いてください。そしたらですね、適当にだいたい一口大ぐらいの大きさに切っていきます。はい、そしたらですね、ボウルにお水を張って、この中にじゃがいもを入れてください。そしてこのまま5分ほど水にさらしてください。これでじゃがいものアクを抜いて、さらにですね、水に浸していただくとじゃがいもの変色を防ぐことができます。はい、5分経ちました。そしたら一度水を切ってください。水を切ったら上にふわっとラップをかけて、1箇所ね、空気の出入り口を作ってください。そしてこのまま電子レンジ 600W で7分加熱します。はい、7分加熱しました。やけどしないようにラップを取り外してください。そして竹串などを刺してスーッと通れば OK です。まだね、ちょっと硬い時はプラス1分ずつ加熱して様子を見てください。それではこちらのじゃがいもを潰していきます。じゃがいもがね、温かいうちにバターを入れます。あとはね、鶏ガラスープの素も入れましょう。この2つを入れてしっかりめに潰していきます。ボウルがね、すごく熱いのでやけどしないようにだけ注意しましょう。では潰します。はい、このようにね、滑らかになるまでしっかりめに潰してください。そしたら続いてここに牛乳を加えます。そしてまたね、潰しながら混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。それでは続いてここに片栗粉を加えます。そしてまた潰しながらね、よく混ぜましょう。片栗粉のね、粉っぽさがなくなるまでしっかりとね、潰しながら混ぜてください。
はい、OK です。このように粉っぽさがなくなって滑らかでひとまとまりになるまでしっかりと混ぜてください。じゃがいもの準備はこれで OK です。そしたらですね、このじゃがいもの表面にピタッとラップを貼り付けます。そして手でね、丸められるぐらいになるまで一度粗熱を取ってください。はい、それではですね、粗熱を取っている間にチーズを切っていきます。まず3等分に切ります。そしたらこれを半分に切ってください。スライスチーズはね、このぐらいの大きさに切って準備しておきましょう。ただね、ずっと置いておくと溶けてきてしまいますので、使う直前までね、冷蔵庫に入れておいてください。それではね、残りも同じように切っておいてください。はい、それではね、粗熱が取れたので丸めていきます。まずですね、適当に取っていただいて、このぐらいかな、大さじ1よりも少し多めに取ってみてください。そしたらね、軽く丸めて、そして広げます。広げたらスライスチーズを1つ取って、これを半分に折ります。そしてまたね、半分ぐらいに折ってください。こんな感じです。そしたらこの真ん中に置いて、このチーズがね、はみ出ないように包んでいきます。空気が入らないようにしてください。このように口を閉じたら形を整えます。はい、OK です。このように形作ってみてください。大きさはね、お好みの大きさでやっていただいても大丈夫です。それではね、残りも同じように作っていきます。はい、丸め終わりました。今回ね、全部で12個できてます。こちらは大きさによってね、変わってくるので目安にしてみてください。なのでね、チーズがちょっと余ると思いますので、12個作る場合はスライスチーズを1枚6等分にしていただくといいかなと思います。こちらは調整してやってみてください。それではね、こちらを今から揚げ焼きしていきます。それではフライパンを用意してください。フライパンの底が全部浸るぐらいまで油を入れてください。薄くで OK です。はい、こんな感じですね。揚げ焼きなのでね、薄めに敷きます。そしたら火にかけます。火加減中火です。それではですね、このまま油をだいたい40秒ぐらいですね、温めてください。はい、それではね、油が温まったので、もちポテトを置いていきます。やけどしないようにね、注意してください。そしてこのままですね、両面いい色になるまで揚げ焼きしていきます。火加減は中火から弱めの中火ぐらいで調整してください。ちなみにね、このもちポテトの厚みなんですけれども、だいたい1センチちょっとぐらいをね、目安にしていただくといいかなと思います。はい、今ね、だいたい2分ぐらい揚げ焼きしました。焼き色を見てね、いい感じに色づいてたら OK です。裏返してください。それではね、片面も同じように揚げ焼きしていきます。はい、片面もね、2分ほど揚げ焼きしました。火を止めます。片面もですね、このようにいい色味になってれば OK です。そしたらね、フライパンから取り出します。はい、このように美味しそうに揚がりました。表面はこのようにとてもサクサクに仕上がってます。それではこのままだいたい3分ほどですね、油を切ってください。あんまり長時間揚げていると中のチーズが飛び出やすくなるので、だいたいね、4分ぐらいを目安に揚げてみてください。はい、これでもちポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面はサクサクで美味しそうに仕上がってます。はい、こんな感じで中のチーズはすっごくトロトロに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もう表面がサクッとしてて、じゃがいもの部分がもっちもちなんですけど、中のチーズが溶け出てすっごく美味しいです。ではね、ハニーケチャップソースをつけていただきたいと思います。いただきます。もうソースもすっごく合います。このね、もちもち感がたまらないですね。はい、ということ
ことで今日も美味しく仕上がりました。今回のもちポテトのポイントです。まずじゃがいもの品種に関してなんですが、こちらはお好みのものを使用してください。そしてじゃがいもは皮を剥いて根を取り除いて適当な大きさに切って水にさらしてください。水にさらしていただくとアクが抜けるのと、あとは変色も防ぐことができます。そしてその後水を切ったら電子レンジで柔らかくなるまで加熱してください。今回私はですね、電子レンジ 600W で7分加熱してます。こちらはじゃがいもの品種だったりとか、あとは大きさによっても変わってくると思いますので目安にしてみてください。そしてその後じゃがいもを潰すんですが、じゃがいもが温かいうちにバターと鶏ガラスープの素を入れてしっかり混ぜるようにしてください。そして生地がひとまとまりになったらチーズをね、中に入れていくんですが、このチーズはお好みのものを使用してください。包む時に関しましてはチーズが外に飛び出ないように、かつですね、中に空気が入らないようにしっかりね、包んでいただけたらと思います。そして今回は少量の油で揚げ焼きしてます。揚げ焼きする時間に関しましては何個一緒に揚げるかとかによっても変わってくるんですが、だいたい片面2分ずつですね、トータルで4分ほどを目安に揚げ焼きしてみてください。あんまり長時間揚げ焼きしていると中のチーズがね、飛び出やすくなってしまいますので注意していただけたらと思います。そして今回はですね、このもちポテトにぴったりなハニーケチャップソースもご紹介しました。こちらのね、ソースもすごくこのもちポテトにぴったりなので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はもちポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。